2018年、がんを免疫で治す研究にノーベル医学賞が贈られました。薬でがん細胞を直接攻撃するのではなく、免疫にかかっているブレーキを外すという発想。今回はその全体像と最前線を解説します。かつて悪性度の高い皮膚がんであるメラノーマの5年生存率は約 5% でした。治療法は手術、放射線、化学療法のみ。転移が確認された時点で予後は絶望的と考えられていました。2011年、ある薬剤が承認されます。そして2022年、メラノーマの5年生存率のデータが新たに発表されました。なんと 52%、10年で 5% から 52% へ。この変革をもたらしたのは、がん細胞を直接攻撃する薬ではありませんでした。患者自身の免疫系のブレーキを外すことで、免疫系ががん細胞を攻撃できるようにするという全く新しい発想の治療でした。免疫系はもともとがん細胞を攻撃する力を持っています。ではなぜこれまでその力が発揮されてこなかったのでしょうか。あなたの体内では毎日数千個のがん細胞が生まれています。しかしその大部分は免疫系によって排除されています。がん細胞は正常細胞と違い、大量の遺伝子変異を持ちます。この変異から生まれた異常なタンパク質のかけらが細胞表面に提示される。免疫系の見張り役、樹状細胞がこれを検出し、T 細胞にここに敵がいると伝えます。キラー T 細胞がそのがん細胞を破壊します。これが通常の免疫の監視機能です。ではなぜがんになるのか。がん細胞は進化します。免疫に認識されにくくなるよう変化し、ついには免疫から逃げる段階に到達する。それが臨床的ながんとして診断される状態です。この逃げ方の一つが免疫チェックポイントの悪用です。免疫チェックポイントとは T 細胞のブレーキ機能です。 T 細胞ががん細胞以外の健康な細胞を攻撃しないための機能で、ブレーキを作用させることで自己免疫疾患を抑制しています。がん細胞は T 細胞からの攻撃を止めるためにブレーキを乗っ取って過剰に作用させます。だからがん細胞は増殖できてしまう。 CTLA4 というブレーキは T 細胞の活性化の初期段階を制御する役割を持っています。1990年代、テキサス大学のジェームズ・アリソンが発見したのは、この CTLA4 の抑制ががんを消滅させる可能性でした。ブレーキを外せば T 細胞は完全にがんを攻撃できる。2010年、この CTLA4 阻害薬イピリムマブが FDA 承認を受けました。 PD-1 というブレーキはすでに活性化した T 細胞の消耗を制御します。1992年、日本の本庶佑が PD-1 分子を発見。その後の研究で、この PD-1 こそが、がんが免疫の攻撃から逃れるための中心的な仕組みだと明らかになりました。がん細胞は PDL1 というタンパク質を表面に大量に発現させ、T 細胞の PD-1 に私は味方です、攻撃しないでという偽のシグナルを送ります。T 細胞は騙され、ブレーキをかけてしまい、攻撃をやめる。この発見に基づく PD-1 阻害薬、ニボルマブは2014年、世界に先駆けて日本で承認されました。2018年、アリソンと本庶佑は共同でノーベル生理学医学賞を受賞しました。受賞理由、負の免疫調節の阻害によるがん治療の発見。これは単に新薬を発見したことへの評価ではありませんでした。がんを直接攻撃するという100年の常識を覆し、免疫系を解放するという新しいパラダイムを確立したことへの評価でした。臨床的な成果も明確です。 CTLA4 阻害薬プラス PD-1 阻害薬の組み合わせ療法。メラノーマの5年生存率 52%、 10年生存率 43%。 かつて余命数ヶ月とされた患者が10年後も生存している。肺がん、腎がん、
胃がん、食道がん、肝がん、両方の適用対象は拡大し続けています。本庶氏は受賞スピーチでこう述べました。免疫が持っている力を引き出すことで、がんは治る可能性がある。これはまだ始まりに過ぎない。PD-1 の発見が免疫ではがんを治せないという常識を変えた。しびれますよね。科学の進歩って研究者たちの地道な研究の積み重ねがもたらすんだなと感じました。目立つのは筆頭著者ですが、裏側には共同研究者やライバルの研究者たちもたくさんいたんでしょうね。ここからはさらに進化した治療法、患者自身の T 細胞を改造する CAR-T 療法と mRNA ワクチン技術のがん治療への応用を解説します。2012年、アメリカのエミリーという6歳の少女が再発を繰り返す急性リンパ芽急性白血病を患っていました。あらゆる治療が効かなくなり、余命は週単位と告げられる中、彼女に行われたのはまだ臨床試験段階の治療でした。CAR-T 細胞療法です。仕組みはこうです。まず患者自身の T 細胞を体外に取り出します。そこにキメラ抗原受容体 CAR という遺伝子を導入します。 CAR はがん細胞の表面にある特定のタンパク質、この場合は CD19 を正確に認識するよう設計されています。この改変 T 細胞を体内に戻すと、がん細胞を見つけるたびに攻撃し増殖する。がん細胞を標的とした生きた治療薬が体内で機能します。エミリーは完全寛解を達成しました。2023年の時点で彼女は17歳になっています。2017年、この CAR-T 療法キムリアが FDA 承認されました。再発難治性 B 細胞性急性リンパ芽急性白血病での完全寛解率は約 83%。 その後、大細胞型 B 細胞リンパ腫、多発性骨髄腫へと適応拡大が続いています。ただし課題もあります。製造に2から4週間かかる。1回の治療費が数千万円になる場合がある。またサイトカイン放出症候群という激しい炎症反応が起きることがある。これらは今も解決中の課題です。 COVID-19 ワクチンで世界に証明された mRNA 技術が次はがん治療の舞台に立っています。原理はこうです。まず患者のがん細胞の遺伝子を解析します。正常細胞と比べ、そのがん細胞だけが持つ変異、新生抗原を特定します。その新生抗原の情報を mRNA として投与し、患者の免疫系にそのがん細胞だけを認識して攻撃させる。これが個別化 mRNA がんワクチンです。2023年、マサチューセッツ内科外科学会が発行する医学雑誌 NEJM に発表された試験が注目を集めました。高リスク黒色種の手術後患者に個別化 mRNA ワクチン mRNA4157 をペムブロリズマブと組み合わせて投与したところ、ワクチン併用群で再発死亡リスクが 49% 低下しました。さらに同年、ネイチャーに発表されたのが膵臓がんへの応用。膵臓がんは5年生存率約 12%、 免疫療法が最も効きにくいとされてきたがん種です。切除後の8例の患者に個別化 mRNA ワクチンを投与したところ、6例で強力な免疫応答が確認されました。一人一人のがんに合わせたオーダーメイドワクチンの時代がすぐそこまで来ています。免疫療法は魔法の薬ではありません。チェックポイント阻害薬で T 細胞が強く活性化すると、がん細胞だけでなく正常組織も攻撃されることがあります。これを免疫関連有害事象と呼びます。皮膚の発疹、消化管炎症、肺炎、肝障害、甲状腺機能低下、稀に重篤な神経障害、どの臓器にも起こり得ます。ニボルマブ単独でも何らかの IRAE が発生する頻度は
約 60% と、多くは軽度ですが、一部は生命を脅かすレベルになります。治療の主軸は、ステロイドによる免疫抑制。重篤な場合は、免疫療法を中断し、より強力な免疫抑制薬を使います。逆説的ではありますが、IRAE が出た患者で、癌が消滅、または一定以上縮小した患者の割合を示す走行率が高い傾向があるというデータもあります。IRAE を代償にして、免疫を活性化できている証拠でもあるというわけです。また日本では、免疫細胞療法、NK 細胞療法などの科学的根拠が確立していない高額な自由診療が横行しています。国立がん研究センターはこうした治療に注意するよう呼びかけています。現在の免疫療法の限界は明確です。多くの癌種で走行率は20から 40%。大多数の患者には効かない。固形がんへの CAR-T 療法はまだ壁がある。費用が極めて高い。では、2030年代に向けて何が変わるのか。まず、個別化 mRNA ワクチンの実用化。患者のゲノムを AI で解析し、その人だけに合わせたワクチンを設計する時代が来ています。次は、オフザシェルフ CAR-T です。一人の健康なドナーから作った CAR-T 細胞を多くの患者に投与できるよう改良することで、コストを大幅に削減し、アクセスを広げる試みが進んでいます。また、腸内細菌と免疫療法の関係も注目されています。腸内細菌層の組成が、チェックポイント阻害薬の走行率に影響することが、複数の研究で判明。腸内環境を整えることが、免疫療法の効果を最大化する鍵になる可能性があります。そして二重特異性抗体も研究が進んでいます。T 細胞とがん細胞を同時に橋渡しする抗体で、CAR-T 療法のように細胞を改変する必要がなく、製造が簡便です。かつて HIV は死の病でしたが、今は抗レトロウイルス療法で慢性疾患として管理される。同様に一部のがんが長期管理できる慢性疾患になる時代が来つつあります。がんの免疫療法、何十年も不可能とされていたことが、一人の研究者の発見をきっかけに変わっていく過程がとても印象的でした。本庶先生が PD-1 を発見したのは1992年。最初は抑制分子を見つけたという地味な発見だったそうです。それが20年後にがん治療のパラダイムを変え、ノーベル賞につながった。科学や工学ってやっぱこうだよなと思いました。すぐに役立つかどうかではなく、真実を追いかけること、積み重ねて託していくこと、僕も頑張ります。免疫療法について疑問、感想、あるいはご自身やご家族が経験されたことがあればコメントで聞かせてください。人のトリセツではこうした医学・科学の話を根拠付きで発信しています。参考文献は概要欄からどうぞ。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。